エンター。こんにちは、入り口です。今日は N4 の文法ながらについて解説します。でもこの文法 N1 ぐらい難しいです。はい、今日の文法ながら、これは同時進行を表す表現です。何々しながら何々する、何々と何々を同時にやっているという同時進行の表現です。音楽を聴きながら勉強する。音楽を聴くと勉強するを同時進行しているという表現。これが教科書の解説です。ただ、日本人の自然な言い方として、俺勉強するとき音楽聴いてるんだよね。俺勉強するとき音楽聴く派なんだよね。作業用 BGM かけて勉強してる。音楽かけて勉強してる。こんな感じで実はいろんな言い方があります。わざわざながらを使う必要はありません。実はこのながらっていう表現は同時進行をしているというのを強調するためにある表現です。私はこれをしながらこれをしてるんですよって二つのこと同時にしてますよって強調するためにある表現なんです。だから別に自然にこう言うとき、強調する必要がないときは、勉強するとき音楽かけてるよとか、音楽かけながら勉強してんだよねぐらいで十分です。教科書で勉強すると最初に同時進行2つのことを一緒にしてるのを言うときはながらを使うんだで覚えちゃいますけど、ながらを使う必要はありません。強調したいときにだけ使えばいいです。あと、ながらを使うと2つが同時進行してるんですけど、ながらの後の方がメイン、主題で、ながらの前がサブ、副題のイメージになります。音楽聴きながら勉強だと、勉強することがメインで、音楽が勉強してる最中にかかってるようなイメージです。ということで、まとめると、ながらをわざわざ使うということは、同時進行を強調したいとき、特に主題ながらの後に来ることをするときに、こんなことしてますよっていうのを強調するときに使うということです。それでは、ながらを使わない同時進行の表現の例文を挙げていくので、一緒に練習しましょう。シャドーイングしてみてください。それでは例文スタート。散歩するときは音楽聴いてるよ。温泉の中でお酒飲める場所あるの知ってる？仕事するときは作業用 BGM かけてる。筋トレつらい？俺は音楽聴いて筋トレしてるよ。はい、ということで今日のまとめです。同時進行の時、ながらを使えばいいと教科書で勉強するんですけど、ながらは使わなくてもいいです。強調の時に使う表現です。なので日本人はあまりながらを使いません。だから結構難しいんです。いろんな表現の仕方があるので。何々するときは何々してるよみたいな言い方の方が日本人らしいということを覚えてください。実は私もメモを見て授業をしてます。メモを見ながら授業をしてます。授業をするときはメモを見てます。ということで、ながらを使わない同時進行の表現も使ってみてください。今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。